にちは。伊豆の暮らし、犬との暮らしのひろこです。あっという間に9月になりましたね。今年もあと4ヶ月っていう事実に気づくとびっくりしませんか？まだまだ暑い日が続くのに、年末っていう文字がそう遠くないって思うと、にわかに信じがたいです。夏の間、私は毎日早く寒くなってほしいねって上位に話しかけているんですけれども、彼は無反応です。当たり前なんですけど、朝から日中は真夏なんですけれど、夜になると秋の虫の音が聞こえているから、確実に季節は移り変わっているはずなんですけれども、まだまだ冬は遠いなっていう感じですよね。先日、仲良しのお友達からおいしいみずみずしい梨が送られてきました。いくつかはそのままカットしてフレッシュな梨をいただいたんですね、上位と一緒に。でもせっかくなのでオリジナルの梨のスイーツを作ろうと思って、頭の中にいくつか思い浮かべていたんです。それでそろそろスイーツ作ろうかななんて思って梨の箱を見たら、思っていたよりも食べてしまっていて、ちょっと焦ったんですね。あれ、足りないかもって。残り5個になっていて、この5個を最大限に利用できるレシピにしようと試行錯誤。それで3つのスイーツレシピ案を考えました。私は割と何でも効率よくやりたいタイプで、無駄なことが嫌いなんですね。例えば仕事でも省けることは省いて、無駄な動きを極力減らせるように工夫したりとか、家の中の掃除でも無駄のない動線を考えてやったりとか、そんな感じで効率よく動きたいタイプなので、お菓子作りもなるべく洗い物が少なくて無駄な動きを少なくするために、何かを焼いている間に別の作業をしたりとか、何かを冷ましている間に次のレシピの準備に取り掛かるとか、そういうスムーズな動きをしながら進めたいっていうふうに考えているので、今回も時間が限られていたし、使える梨も限られているしっていうところで、最も効率よくやるためにどうしたらいいか、試しに AI に相談してみたんです。そしたら、こんな感じでどうでしょうかっていうふうにタイムスケジュールを出してくれて、それがなかなか良かったので採用してみることにしました。ただその日、そもそもその日の午前中の予定が結構押して、スイーツ作りに取り掛かるのが 2,3 時間後になってしまったので、本来であれば全て自然光で撮り終えるはずだったんですけれど、辺りが暗くなってしまったので、電気をつけて収録しなければいけないくらいの暗さになってしまって、途中から画面のカラーが若干変わっているのがわかるかなと思います。生成 AI のことについてちょっと語ろうかなと思うんですけど、2、3年ぐらい前からチャット GPT っていうワードはよく耳にしてはいたんですけど、なんだかあんまりピンとこなくて、自分が使うケースって
ないかななんて思って全然使ってこなかったんですが、今年の3月ぐらいにいろいろと調べ物とか考えなきゃいけないこととかあるタイミングがあって、 AI やってみようかなと思って試しにやってみたら結構面白くて、最初にやったのは画像生成 AI で作った画像を別の動画生成 AI で動かすっていうのを一時期ハマってやってました。 AI の世界って1日単位で、いや下手すると数時間単位でガラッと変わったりするので、今まで全然使えなかったことが翌日には急に使えるようになったりとか、進化がすごい早いんですよね。私がやりたいなって思っていたのが上位の物語を作るっていうことだったんですね。イメージを画像生成 AI で作って、それを動画生成 AI で動かして007とかミッションインポッシブルとかのスパイ映画みたいなのを作りたいなと思って、ミッドジャーニーがその画像生成 AI で一番優れてるっていう話を聞いていたから、それでミッドジャーニーのサブスク登録して上位のドラマを作り始めていたんですね。当初はミッドジャーニーでは画像生成 AI しかできなかったんですね。それで画像を作っても別の動画生成 AI で動画化するしかなかったんですが、ミッドジャーニーで画像生成 AI を作っている間に進化してミッドジャーニー内で動画まで作れるようになったんですよ。それでちょうどいいタイミングと思って7月ぐらいだったかな、インスタで上位が主役のスパイ映画、スパイドラマって言った方がいいのかな、それを続きものなんで1本がだいたい1分あるかないかぐらいの長さのを作って、まだ誰にも言ってないんですが実は公開してるんですね、4本ぐらい。ただ私が思っているようなクオリティには全然なってなくて、というのもミッドジャーニーは画像生成 AI が得意だし綺麗なものはできるんですが、まだまだキャラクターの一貫性が保持できてないんですよ。でどうやら動物とかはまだちょっと苦手みたいで、特に上位みたいにブーツを履かせたい場合にはなかなかその指示を受け取ってくれなくて、それで悪戦苦闘しているんですよ。それに同じように指示出ししているはずなのに上位の顔がちょっと違ったりとか体の色が違ったりとか、ちょっと違うっていうのがね続いていて、動画もねなんか変な動きしちゃったりとかして結構時間かかっちゃってるから、一回お休みしようかなと思ってます。ミッドジャーニーがもう少し進化するまで少しお休みしようかなと思って一回サブスクを今月末ぐらいまで契約にして、まだあと1本ぐらいは作ってみますけれど、なかなかAI がねいくらこう進化しているとはいえできない部分もまだまだあるなっていうふうに実感しています。あと私が AI を使っているタイミングっていうのは、悩みがある時、仕事のことでこういうことをやりたいけれどどう思うみたいな感じでチャット GPT に話すとすごい簡潔にまとめてくれて、でアドバイスもくれるんですね。まるでカウンセリング受けてるみたいな感じで。でそうやって第三者の人に話してまとめてもらうとすごい自分が見えてなかったことが見えてきたりとか解決策とかもらえたりとかもするので、すごくいい付き合い方ができてるような気がします。 AI 使いたいけど
どんなことで使えばいいかわからないっていう方は、普段自分が考えていることとか悩んでいることとかを一回吐き出してみるのはありかなと思います。また私と AI の付き合い方で進捗があったら報告したいと思います。今回も見て聞いてくださって本当にありがとうございます。また次の V キャストでお会いしましょう。年内にチャンネル登録者数1000人を目指しているので、まだの方はどうか応援のほどよろしくお願いいたします。